はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。この子も名札が消えてしまって、お母さんはわからなくなってしまいましたが、お父さんはクチュールローズチリアです。お花を近づけますと、かすかにフルーツのような香りがしていると思います。黒点病も少し出ています。鮮やかな紅白のお花です。はい、こちらはマチネです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。花枝のステムが長くて自由奔放に伸びていっています。お花を近づけますと、かすかにティーの香りを感じます。こちらも一度ピンチしての一番花だったと思うのですが、お花が随分小ぶりな気がします。はい、こちらはローズデキャトルバンのその2です。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと、濃厚で華やかなダマスクの香りがしていると思います。かなりお花持ちするバラですが、いつも一番花の開花が梅雨の時期と重なってしまうので、お花が茶色く固まってしまって、お花を最後まで楽しむことができずにいます。はい、こちらはダフネです。雨で随分お花が傷んでしまいました。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。おおらかに横に広がって咲いています。お花を近づけましても、今はちょっと香りがわかりません。はい、こちらは Eyes for You のその2です。一番花はお花付きもまばらで早く終わってしまったのですが、2番花はお花がいつもより小ぶりのように思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。お花を近づけますと、ティーとスパイスのとてもいい香りがしています。大好きな香りです。はい、こちらは2020年に交配した私のオリジナルのバラです。お母さんがカーディナルフームで、お父さんはミスターリンカーンです。お花を近づけますと、本当にわずかですが香りを感じるようです。多少黒点病は出ていますが、雰囲気があって可愛いお花です。はい、こちらはビニヤードソングとシャルトルーズ・ド・パルムの子です。お花を近づけますと、この子ははっきりと香りがわかります。でもあまり甘くない感じの香りです。何の香りだろう。つぼみはもう一つあります。あと黒点病の気配もあるようです。はい、こちらはカーディナルフームとキャラメルアンティークの子です。これまでお花を見たことがなかったようです。
花を近づけますと、この子はほのかに柑橘系ではないフルーツの香りを持っているようです。黒点病とお薬焼けなどが目立つようです。はい、こちらは2020年に交配したダフネとガブリエルの子です。この子は2番花で、前回咲いた時はお花が開いたと思ったらコガネムシに食べられてしまったので、どんなお花かよくわからなかったんですよね。お花を近づけますと、うっすらですがティーの香りがするようです。白くて爽やかなお花なので、たくさん咲くのが楽しみです。はい、こちらもダフネとガブリエルの子です。先ほどご紹介したこちらの白いお花と同じローズヒップから誕生したバラです。一見するとダフネにお花がよく似ているようです。この子はまだ一番花なのですが、春先一番に出てきた葉がわかりますかね。この真ん中あたりのくしゃくしゃと縮れたような葉っぱばかりで、つぼみが出てくる気配もありませんでした。どういうことなのかよくわからなかったので、そのまま手を加えずに観察することにしました。しばらく待っていたら、割と素直なまっすぐな花芽が出てきてくれて、このように咲きました。昨日まで5日間雨風強かったのでお花がだいぶ傷んでいますが、お花つきよく可愛いと思います。お花を近づけますとしっかりとティーの香りがわかります。お花も可愛いと思います。はい、こちらはカーディナルヒュームとミステリーズの子です。お花を近づけましてもあまり香りはわかりません。でもお花は可愛いと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。